はい、こんにちは。石川正義です。今回はですね、クレームブリュレを作っていこうかなと思うんですけども、表面をね、パリパリに焼く、キャラメリゼするところにもね、結構なポイントがありますんでね、そこもね、解説していきたいと思います。では、材料から見ていきましょう。では、材料ですね。牛乳、生クリーム。今回生クリームは 35% の生クリームを使っていきます。あとはグラニュー糖、卵黄、そしてバニラのさやを使っていきます。で、今回はね、卵黄だけを使っていきますけども、卵白が余ってしまったら、例えばフィナンシェを焼いたり、先週お届けしたココナッツのマカロン、ココナッツクッキーを焼いたり、いろいろと使い道はあると思いますので、違うものもね、作ってみてください。では作っていきましょう。まずは牛乳と生クリームを鍋に入れて、分量の砂糖のうち少しをそこに加えていきます。砂糖を少し加えることで温めた時に膜が張りにくくなってきます。ではバニラのさやを半分に裂いて、中にある種をこそいで出していきます。ではバニラの種とさやも牛乳に入れて、それをね50度程度まで温めていきます。牛乳を温めている間に卵黄の方の準備をしていきます。まずは卵黄をほぐして均一な状態にしたら、そこに残りの砂糖を加えてすり混ぜていきます。ここですぐに手を休めてしまうと、その時点で溶けきってない砂糖と卵黄が結びついて、卵黄のねダマのようなものになってしまうので、1分程度は混ぜ続けていきます。今回は市販のグラニュー糖を使っているんですけども、例えば粒子の細かいグラニュー糖だったり粉糖を使えば早く溶けてくれるので、このねダマはできにくくなるかなと思います。では温めた牛乳を2回に分けて混ぜていきます。まずは少なめの牛乳で軽く伸ばしてから残りを加えて混ぜていきます。卵黄は65度から固まっていくので、牛乳を熱くしすぎるとその時点で卵黄が固まってしまいます。なのでそれ以下の温度の牛乳を混ぜるようにしていきます。もし牛乳を熱くしすぎたら少しね冷やしてから混ぜるようにしてください。では混ざった液体を一度細かい通しでこして口当たりを滑らかにしていきます。でこの時にバニラの種もしっかりと通していきます。でこした液体の表面には気泡が一面覆っているんですけども、この気泡はですね時間が経ってもなかなか消えにくくて、そのまま焼いてしまうと表面が汚くなってしまうので取り除いていきます。で落としラップをして、そのラップを引き上げることでラップに気泡をくっつけて気泡を取り除いていきます。これを2回から3回繰り返せばほぼ気泡はなくなってくれるので、こんな感じに綺麗な表面になってくれるかなと思います。ではココットに流して焼いていきます。で流す時にバニラの種はですね液体の底にどんどんと沈んでいきますので、容器などを回して攪拌しながらバニラの種が均一に入るように注いでいきます。今回僕はコーヒーのサーバーを使って注いでいってます。では同じ量ずつに分けられたら、それを鉄板に移してオーブンに入れて焼成していきます。110度に予熱したオーブンで50分から60分焼成していきます。ココットをつついて表面の中心がブルンブルンとした弾力のある揺れ方だと焼けています。
もしね、液体っぽい入れ方でしたら、もう少し追加して調整していきます。では焼き上がったら常温まで冷ましてから冷蔵庫でしっかりと冷やしていきます。ではしっかりと冷えたブリュレの表面をキャラメリゼしていきたいと思います。今回はカソナードというサトウキビから作ったお砂糖で、少しね茶色いんですけどサラサラしているお砂糖を使っていきます。精製していないお砂糖で色もね少し茶色いんですけども、その分ミネラル分が含まれていて旨味の多いお砂糖ですね。でミネラル分が多いということはですね、諸糖以外の不純物が多いということなんですけども、そのためグラニュー糖でキャラメリゼするよりも焦げやすくなってきます。もしね自信がない方はグラニュー糖でキャラメリゼをしても十分ね美味しくできますので、そちらをおすすめしていきます。ではカソナードでキャラメリゼをしていきます。キャラメリゼをする上で大事なことは2つあるかなと思っていて、1つはお砂糖の厚みをできるだけ均一にしていくことで、2つ目はしっかりと表面をお砂糖で覆うことなんですね。スプーンなどでお砂糖を表面にのせて手でね小言揺らしながら叩きながら均一に広げてもいいと思うんですけども、今回は粗めの通しでお砂糖をふるって表面を均一に覆っていきます。こうするとね簡単に均一な厚みになってくれます。どちらの方法でやっていただいても大丈夫です。ではこれをねバーナーで焼いていこうとねなるかもしれないんですけども、この量ではねお砂糖は足りないんですよね。で今この時点で表面をねしっかりと覆えているように見えるんですけども、これをバーナーで焼くと固体のお砂糖が溶けて液体になります。で液体になると表面張力があるので小さくなろうとするんですよね。で小さくなるとどうなるかっていうと、ブリュレの表面が露出して表面にバーナーの火が当たってブリュレの表面が直接焦げてしまいます。それはキャラメリゼではなくただ焦げているだけの状態になってしまうので、それを回避するためには先ほどと同じだけのお砂糖をもう一度ふるって砂糖の量を倍以上にしていきます。これくらいのお砂糖がないとキャラメリゼしている時にブリュレの表面が焦げてしまうので、最低でもねこれくらいしっかりとお砂糖で覆っていきます。ではこれをバーナーで焼いてキャラメリゼしていきます。バーナーの火は強すぎないようにして、まずはね火を移動させながら全体的に軽くお砂糖を溶かしていきます。で移動しながら焼いていくと少しずつ色がついていくところと色がついていないところが出てくるので、色づいていないところをめがけて火を通していきます。である程度全体的にお砂糖が溶けてきたら、今度はねほんの一瞬ずつ部分的に集中して焼いて、その火を外すと表面の砂糖が沸いてくれることで、それでつるんとした綺麗な表面になっていきます。で焼くのをやりすぎてしまうと表面を覆っているお砂糖自体が燃えて焦げてしまうので、美味しそうな焦げ色をあんまりね深追いしない方がいいんじゃないかなと思います。こんな感じになればもう十分ですので、冷蔵庫で5分ほど冷やしていただいていこうと思います。でバーナーの火には注意が必要ですので、やけどには十分注意をして行ってください。はい、ではいただきます。これはうまい。このね下のプリンの部分のすごいリッチな液体の中で、このね
カソナードのパリパリがね泳いでる感じっていうのはね、これ本当にねリッチですよね。いやうまいな、これは間違いないうまさですね。このねプリンの部分がねすごくねやっぱり滑らかなんですよね。生地を一回細かい通しで通してるんで、すごくね舌触りもね本当に滑らかになってるんですよね。でその滑らかさとこのねキャラメリゼのコントラストがねすごくいいんですよね。いやこれはねうまい。紅茶がうまい。このね上にキャラメリゼする砂糖をねグラニュー糖じゃなくてこのカソナードを使うっていうのはやっぱりねこのうまみっていうかね、その豊かな味っていうのがねプラスされるんですよね。これめっちゃいい。いやーうまいな。美味しかった。はい、ごちそうさまでした。今日はねクレームブリュレ作っていきましたけども、本当にねもう間違いのない味っていうかね、もう正解しかないっていう味なんでね、是非作ってみてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。石川正義でした。バイバーイ。